もしトレードで7年間負け続けたら皆さんはどうしますか？普通だったら諦めてしまいそうですよね。でもこの男は違いました。彼はなんと7年もの間負けトレーダーとして損失を出し続けた後、ついにブレイクスルーを果たして最終的には800億円を運用するヘッジファンドマネージャーにまで上り詰めたのです。彼の名はレイ・バロス。万年負けトレーダーは一体何がきっかけでブレイクスルーを果たしたのか。今回の動画では、レイバロス氏がどのようにして長年の損失を乗り越え、最終的に成功するトレーダーへと転身できたのか、そのきっかけについてレイバロス氏本人のインタビューをもとに明らかにします。ぜひ最後までご覧ください。それではまずは、レイバロス氏とは一体どんな人物なのか、その経歴から振り返っていくことにしましょう。レイバロス氏は香港に生まれ、後にオーストラリアに移住します。彼の最初のトレード経験は大学生の時。ただこの時はうまくいかずに貯金のすべてをトレードで失ってしまったといいます。大学卒業後は弁護士として活躍し、自身の法律事務所を構えるまでに成長しますが、ある時父親と訪れた香港の地で再びトレードに魅了されます。ゴールドのトレードで奥さんに毛皮のコートを買えるぐらいの利益を出したレイ氏は、その後自身の法律事務所を売却してトレーダーになると決心します。ただこれが悪夢の始まりとなったのです。弁護士といえば聡明で頭の切れる印象ですが、トレーダーに転身後は波乱続きでした。トレードを始めた人の多くと同様に、レイ氏も最初はつまずき、さらには7年間も負け続きの年が続きます。すでに結婚して家庭を持っていたレイ氏は、奥さんから資金を借りては溶かす日々。生活は奥さんが支えていたという、傍から見れば、クズ男のレッテルを払えてもおかしくない状態。ただそんな紐状態の7年間の間も、奥さんは文句一つ言うことなく支え続けたそうです。このあたりの献身的な姿勢には言葉が出ません。そんなレイ氏ですが、1980年から1987年までの7年間で75万オーストラリアドルの資金を失ってしまいます。当時のレートで日本円換算するとおよそ6500万円なので、一般的な金銭感覚とはかなりかけ離れた金額ですが、実はこのあたりのお話は物語の後半にも関連してきます。さて、7年負け続けた翌年の1987年に初めて勝ち越すことができたレイ氏は、その後年率10%、15%、20%と徐々に利益を出せるようになります。1980年、トレードで利益を出せるようになったレイ氏のもとにブローカーから連絡が入ります。すでに75万オーストラリアドルの大金を失っていたレイ氏に対して、ブローカーは75万ドルを取り戻す唯一の方法だからと、ファンドの運用を始めるべきだと勧めます。その考えに共感したレイ氏はすぐさまファンドの立ち上げに奔走します。幸運なことにレイ氏の奥さんはとても裕福な家庭の出身でした。またレイ氏自身にも香港で有名な家族がいました。1990年、奥さんと協力して2人で2000万オーストラリアドル、日本円換算で17億円ほどの資金を集めると、2010年にファンドをクローズするまでには9億4300万オーストラリアドル、780億円相当にまで成長させます。このように7年の負けを乗り越えた後、大成功を収めたレイバロ氏。7年間も負け続けたら、普通なら自己嫌悪やプレッシャーに押しつぶされて諦めそうなものですが、一体何が彼を継続させたのか、そしてブレイクスルーに至ったきっかけとは何だったのか、次は後年のレイ氏へのインタビューから明らかになった継続することができた理由、ブレイクスルーのきっかけについて見ていきましょう。レイ氏は後年のインタビューで諦めることなく継続ができた3つの要因について語っています。まず1つ目が生まれ育った家庭環境と父親の教えです。レイ氏は心を決めて諦めさえしなければ何でもできるという家庭環境に生まれ育ちました。レイ氏の父の教えとは自分を信じることと忍耐力。何かうまくいかないことがあったら同じ間違いを何度も繰り返すのではなく、何が間違っているのかその原因を探し求めるというもの。成功は間違いを犯すことから生まれる。失敗から多くを学ぶことができる。それを受け入れることができれば、たとえ1万回失敗したとしても、それは成功の道への一歩に過ぎないと。実はこのお話が後ほど紹介するブレイクスルーのきっかけにも関係します。諦めなければ何でもできるという信念と、自分ならできるという自信が継続につながったのです。2、瞑想による自己疑念の解消。またレイ氏は大学時代に超越瞑想にはまり、それが大いに役立ったとも語っています。近年の研究では、マインドフルネス瞑想をはじめ、どんな種類の瞑想でも自分自身に対する疑念を解決するのに役立つと言われています。7年負け続けている間には、自分は本当にトレードに向いているのか、自分の選択は果たして正しいのかということに疑問を持つことも多々あったと思いますが、そうした自分に対する疑いを解決するのに瞑想が役立ったと語っています。
もちろん奥さんが生活を支え続けてくれていたという金銭面含んだ支援も重要な要因でしょう。これら3つすべてが重なって7年間負け続けた期間を生き抜くことができたとレイ氏は語っています。ブレイクスルーに至った要因としてレイ氏は後年のインタビューで2つを挙げています。まず1つ目は徹底的なリスク管理です。レイ氏にはメンターがいました。そのメンターからトレードの知識も技術も学ぶ一方で、リスクをもっとうまく管理するようになったことが非常に役に立ったと語っています。それまでのレイ氏は口座に入金しては口座を吹き飛ばすということの連続でした。当時はトレードの資金も奥さんが提供していたこともあり、奥さんから資金を受け取るとレイ氏がそれをドブに捨てる。資金がまたなくなると奥さんの元に向かう。そしてまたその資金を窓から外へ投げ捨てるということを何回も続けていたそうです。ただしっかりとリスクと損失を管理するようにし、口座を飛ばすのをやめてから状況が好転しました。事前に1回のトレードで取るリスクや被る損失額を決定し、必ずその損失の範囲で収まるように損失をコントロールする。例えば相場がレンジ相場になっていると気がつかずに出たり入ったりを繰り返していたとしても、きちんと1回のトレードのリスクを定めていれば、たとえ10連敗することになっても口座を破綻させることはない。トレーダーにとっては損失をいかに小さくするかが最も大事で、勝率や利益額に関してトレーダーができることはほとんどないとレイ氏は語っています。リスク管理も資金管理も非常に基本的なことですが、こうした基本的なことをしっかりと運用するようにしたことがブレイクスルーのきっかけの一つとなったのです。二つ目は失敗から徹底的に学ぶということです。少し前のところでも紹介したように、レイ氏は父親から何かうまくいかないことがあったら同じ間違いを何度も繰り返さず、何が間違っているのかを突き止める。成功は間違いを犯し、失敗から多くを学ぶことで生まれるという教えを受けて育ちました。この失敗やミスから学ぶという姿勢がトレードでも活かされ、後のブレイクスルーにつながったのです。ところでこの失敗から学ぶというところ、どうやってやっていると思いますか？実はここで活躍したのがトレードノートだったんです。レイ氏がトレードノートをどのように活用してブレイクスルーを果たしたのか、どんな内容をトレードノートに書いていたのか、それについて語られたインタビュー映像がありますので、ここからは皆さんと一緒にそのインタビューを見ていくことにしたいと思います。最初にインタビューを字幕付きの通しで紹介し、その後に僕から解説をしていきたいと思います。解説だけ聞きたいという方は概要欄にチャプターを設けていますので、そちらを使ってください。ただ一度インタビューを通しで聞いていただいた方が、その後の解説は分かりやすいと思います。ぜひレイバロスさんの生の声を聞いてみてください。Welcome back, everyone. I'm sitting down today with Ray Barros in Hong Kong. Well, thank you for welcoming me here. I appreciate it a lot. Oh, you're more than welcome. It's awesome. Thank you for having me. So, what does your journal look like exactly? What do you put in it? Well, the journal to me, there are two parts, right? You've got your equity journal, and I think you know Moritz, right? Yeah. Moritz Edgewonk. I think it's a fabulous piece of equity software because what I like most about Edgewonk, especially for the newbies, is the fact that it can quantify some of the psychological, what I call the soft issues. It allows you to quantify soft. Also, very good as a spreadsheet. So you've got that kind of journal. The only thing that I would like to see more of, which might be difficult in Edgewonk, is that it's very limited in terms of the qualitative stuff. Yeah. What you can comments are very, very limited that you can put in. So you need a psych journal, which is I use Evernote because of the search functions in Evernote, even the free version. So a combination of those two things provide my one journal, equity and psych. And, for your readers, what I would suggest to help with the improvement is you do maybe 6 or 7 trades. See what you did right, see what you did wrong, and then say, okay, these are the things I didn't do that I would like to have done, I should have done correctly. Make some action to change it, keep a record of what you did, see whether or not it worked, and then change it again if you have to. So if you keep doing that 6 or 7 trades, especially for beginners, you have to improve. And that to me is what goes in the journal. So in the journal, your equity journal, of course, just your entry, your pattern, your setups, etc. And then your psych journal is just any qualitative event that might have impacted your trading. I think I mentioned this to you last time. We had a student who kept a psych journal, and he was hired by Prophouse, and they wanted him to smooth out his equity curve because he was a very good trader sometimes, and sometimes it was just abominable. And they couldn't understand why, and they're about to let him go. And they said, see if you can help this guy. And then we looked through his journal and so on. And what we found was every time he had a fight with his wife, do you think he had a profitable run or a losing run? Yeah, losing run. Losing run. Yeah. Wrong.
Wrong. Oh yeah. A profitable run. Wow. Okay. Who would have thought? And the reason was, so Huh. he was going to show his wife, I'm going to show you that I'm a really good trader. So he was really disciplined after a fight with his Okay. wife. Okay. So we then worked out a way to get the discipline in without having a fight with his wife. So that's interesting. So how would you do that? How would you achieve that discipline of How do you? getting the result without having a fight? Well, you need to see what he was looking for, because when he fought his wife, he had to show his wife he was going to be good. So we said to him, okay, what circumstances can you think of without having to fight with your wife to show her that you're good? And there were a couple of things he came up with. I didn't come up with it, and I won't disclose it because it's personal to him. But he came up with a couple of things that would lead him to show his wife. His wife was happier, the boss was happier, and he was happier. So it worked out. And that's only because of the journal. Yeah. Because, it's such counterintuitive, right? Everybody says, oh, he had to fight his wife. He had to have bad results, right? And Right. it's totally the other way around. Interesting. Yeah. So what I found for me is that kind of a free flow writing of whatever I think about then can be helpful. Like some people prefer maybe more structure, more questions they ask themselves all the time in their journal. But I don't know, do you prefer to just write whatever you think about? Or I think you can. That would depend on your character, on your okay. personality. But whatever you do, however you start off the journal, you need to, I think, coalesce it into a learning experience. So if you're free flowing, Mhm. after the free flow, look at it and say, okay, what have I learned from this? What have I learned from this free flow? And then that has to be a little bit structured. Some people are already structured, right? So, but you must always have at the end of your entry, what did I learn from this? Even if you said, I learned nothing from this, at least you've given it some thought. Yeah. I think that's what's key to the Psych Journal. And that practice helps you become better with time. Yeah, So even if it's not absolutely. this trade, it's going to be the next one. Exactly. はい、ということで皆さんいかがでしたでしょうか。インタビューはまだまだ続くんですが、レイ氏がトレードノートをどのように活用してきたのか、ここまでの内容を整理していきたいと思います。まず、レイ氏のトレードノートは2つのパートで成り立っているというふうに説明されていました。1つ目がエクイティジャーナルと呼ばれる資金の増減を記録するもの。これはエントリー日付や銘柄、取引サイズ、利益や損失額といったように、定量的な情報を記録するためのものです。一般的なトレードノートで記録するものですよね。そしてもう一つが感情の記録です。ここにはトレードに影響を与えたであろうすべての出来事を記載します。上側が定量的な情報を記録するのに対して、こちらは定性的情報を記録するパートということができるでしょう。具体的に何を書くのか、今回のインタビューでは紹介されていませんでしたが、例えばエントリーや決済の理由であったり、ポジション保有中の感情などが該当します。例えばポジションを持っている間中ずっとそわそわして落ち着かなかったとか、落ち着いていたとか、自信満々で無心でいられたとかです。上側の定量的な情報がどんなトレードを行ったのか記録することが目的であるのに対して、2つ目の定性的な情報は間違いから学び、改善をするためのものということができると思います。そしてこれらを記録したら、今回のトレードから何を学んだか、学習体験に結びつけることが重要だということでした。具体的には正しく行動できたこと、間違ってしまったことを分析します。自分のルールにのっとった取引か、衝動的な取引か、事前に損切り水準を決めずにポジションを持ってしまった、損切り位置をずらした、無視してしまった、レジスタンスの手前でロングのエントリーをしてしまった、レンジ相場の中で大量に取引したといった具合ですね。そしてもう一つの分析内容というのが、うまくいくトレードとうまくいかないトレードの特徴です。インタビューの中で奥さんと喧嘩している時のトレード成績の例というものが紹介されていましたけれども、うまくいくトレードとうまくいかないトレードで共通するものがあるはずです。例えば喧嘩の例にあるようにトレーダー自身の心理状態が影響している場合、仕事から帰って疲れている状態でエントリーしたものはうまくいかないことが多いとか、朝チャートを見て指し値をしてあとはほったらかしにしているものはうまくいくことが多いとか、そういう傾向が見えてくるはずです。もしかしたらそれは純粋なテクニカル的な相場状況で共通点があるかもしれませんし、ファンダメンタルズ的な相場状況での共通点があるかもしれません。このあたりは人によってバラバラだと思います。そしてこういったことを分析したら、それに対して改善策を考えて実行していく。で、その内容をまた記録して同じように分析してと繰り返す。そうやって改善を繰り返していくことが重要だということですね。で、こういうことっていうのはそもそもトレードノートをつけていないと気づくことができません。人間の記憶なんてたかが知れていますから、よほど意識しない限りは3日ぐらい経てば過去のトレードのことは忘れてしまっているでしょう。トレードノートは手段であって目的ではありません。トレードノートをつける目的が自分の中でしっかりと腹落ちしていないと、面倒くさいとか、こんなの意味があるんだろうかとか、結局3日坊主で終わってしまいます。
ただトレードノートは失敗から学び、自分のトレードスキルを向上させるための手段だということをしっかりと理解できていれば、スキルが身につけば上達してお金を稼ぐ能力が得られる。改善を行いつつ継続をしていれば、レイシのように花開くかもしれない。こうした意識を持って取り組むことができると思います。ただ継続していても、ただのルーティンになってしまいますから、スキルを磨くという目標を据える。そしてその目標を実現する一つのツールとしてトレードノートを使う。そういう姿勢が大切だと思います。トレードノートですね、どのツールを使えばいいのかわからないという方もいるかと思います。手書きのノートがいいのか、Excel などのツールがいいのか、そういった方に向けて僕が公開しているツールもあります。このトレードノートツールでは、今回のインタビューで紹介されていた定量的な要素の記録もできますし、感情の記録の部に該当するエントリーの理由やうまくいったこと、将来改善すべきこと、ポジション保有時に抱いた感情など定性的な情報も記録することができます。このツールもですね、結構長く提供しているんですが、偶然にもインタビューで紹介されている内容をカバーできています。概要欄にリンクを貼っていますので、ぜひ使ってみてください。それでは最後にレイバロスさんからのアドバイスの言葉を紹介してこの動画を終わりたいと思います。The best thing to say is that we never stop learning. Yeah. You know, I've been in the market since 60s. My first trade was early 60s. That's 50 years now. I learned something last year, for goodness sake. Yeah. You never stop learning. And you can't stop learning anyway because it's a zero-sum game. And the people that at the end of the day, the people who are competing with you the people who are making money. They're always improving. They're not sitting back on their laurels. No. So I would suggest that you adopt a mindset of constant and never-ending improvement.